セレノア様が地位や力を望んでおられないことはよくわかっています。しかし、どんなに憎まれようともなしてみせます。デストラ様の血を引くあの方が理不尽な力に翻弄されることが二度とないように。お前はなぜそこまで。シモン様、あなたは我が一生を捧げるに足る主でした。レグナ王に勝るとも劣らぬ力と器があった。取って変わることだってできたはず。しかし、あなたは臣下に甘んじ、身ごもっていたデストラ様を王の言うがままに引き受けた。デストラ様とその子セレノア様をまるで物のように取引された。若き日の私はあなたとレグナ王が許せなかった。そして今でもデストラ様のために何もできなかった自分を許せていない。だから私はセレノア様をシモン様やレグナ王以上の覇者にしてみせる。これは無力だった私自身への復讐なのです。懺悔はいたしません。身勝手の償いは我が命をもっていたしましょう。ベネディクトはデストラ様に思いを寄せていたのですね。どんなに悔やんでも過去には戻れない。進むしかないのだな。若、貴族たちの反応はどうでした？ロラン様の失踪と私の出自を明かし、即位の意思を告げてみたが、思っていたほどの混乱も批判もなかった。もちろん皆突然の話に驚いていたが、私からもロラン様が事情を知った上で上位の意思を示されたことを説明しました。何より王家の指輪の存在が大きいようです。レグナ王が後継者として認めていた証ですから。異を唱えたくとも貴族たちはどうにもできますまい。今のグリンブルクにウォルホート家の力と功績を否定できる者などいない。唯一の対抗策はコーデリア様を担ぐことですが、彼女もすでに我らの手の内です。だとしても筋は通さねばならん。簒奪と見えては民の心が離れてしまう。はい、おっしゃる通りです。ともかく本当に若がグリンブルク王になるのですな。玉座を望んだわけではない。だが我らはエスフロストと結ぶことを決め、ロラン様を追った。この上は責任から逃げるわけにはいかない。私は王位についてグリンブルク王国とウォルホート家を背負おう。お覚悟は分かりました。我らもこれまで以上に親命を尽くします。頼む。ベネディクト、即位の手続きとエスフロストとの交渉準備を整えよう。かしこまりました。ハイサンドへの調略も進めます。この戦、負けるわけにはいかん。あらゆる手を打て。はっ。数日後、グリンブルク王国はセレノアがレグナ王の実子であり、事実を知ったロラン王が上位を決意したと発表する。誰もが公表以上の事情があることを感じ取ったが、
王国内においてウォルホート家への支持は高く、大きな混乱は起こらなかった。こうしてセレノア・ウォルホートはグリンブルク国王として即位を果たす。ウォルホート家とグリンブルク王国が一体となるこの交代劇は、ハイサンドとエスフロストに強い警戒心を抱かせることになった。エニグマ参上いたしました。突然の召集、何事でしょうか。ずいぶん遅かったな。待ちかねたぞ、エニグマ殿。申し訳ありません。皆を呼んだのはグリンブルクで起こった政変について話し合うためです。ロラン王がセレノア殿に玉座を明け渡した。あの二人は異母兄弟だったらしい。なんと、私の審問ではなかったか。エニグマ殿、何か知っているのですか？いえ、グリンブルクはどうなるのでしょうか。ロラン王が失踪したという噂もあるが、民も貴族たちも思いのほか落ち着いているようだ。それは何より。七聖人のセレノア殿が王となれば、グリンブルクはハイサンドの属国も同様ですな。いや、そうとは限らない。七聖人としてウォルホート家を動かし、ロラン王に圧力をかけて新鉱山を手に入れるつもりだったが、セレノア殿はノゼリア新鉱山に眠る岩塩鉱床ばかりか、グリンブルク王国までをも抑えた。もはやつけ込む隙がなくなった。その通り、迂闊に圧力をかければ手痛い反撃を食らうやもしれません。手助けをした恩をあだで返すというのですか。そのような人物とは思えんが。かつての主、弟を追って王位を得た男です。油断はできません。確かに。教皇のお言葉を伝えます。ウォルホート家の動向を警戒すべし。進軍中のエグスアム軍を呼び戻し、首都の守りに当たらせよ。承知しました。至急エグスアム殿に使い鳥を飛ばします。グリンブルク内に潜ませた密偵に命じて、ウォルホートの真意を探らせましょいずれにせよ、岩塩交渉は絶対に我らが手に入れなければならない。ウォルホート家が女神に反旗を翻すなら、確実に潰すまでです。この混乱は好機だ。手柄を立てて挽回せねば、遠からず私は。セレノアがグリンブルク王になるとは予想外だった。上位したロラン王はどうなったのだ？王都を離れ隠棲したと発表されています。しかし噂ではセレノア殿との決闘に敗北、失踪したとも。ローランは王国を取り戻すために素顔を隠して生き抜いた男だ。玉座をやすやすと手放すはずはない。噂こそ事実に近いと見ていいだろう。ウォルホート家による簒奪ということですか？さて、以前のセレノアは進化の首輪を自ら外せる男には見えなかったが、飼われていた鷹が檻を破って飛んだとすれば面白い。エスフロストを恨むロラン殿が消えれば、グリンブルクとの関係修復が期待できます。フレデリカ様を通して交渉を持ちかければ。奴らは岩塩交渉を抑えている。もはやそんな甘い交渉をする段階ではない。
鷹が飛んだのなら射落とすまでだ。殺すか飼うかは相手の出方次第だがな。